今回の動画では土の準備から土練りまでを紹介しようと思っております。私は粘土屋さんから買ってきた粘土を2種類混ぜ合わせます。左の茶色の粘土は鉄分が多い粘土で焼成温度が低い、つまり低めの温度で焼き上がるのですが、一方で焼いた時に歪みやすい性質があります。そのため右の火の強い赤い粘土を混ぜ合わせることで高い温度でも形が変わりにくい粘土に仕上げていきます。真空ドレンキという機械で混ぜ合わせます。このメーターは空気を抜く時のためのポンプのメーターです。2つの粘土を重ねた状態でちぎり投げ入れていきます。この機械のおかげでとても楽に混ぜ合わせることができます。50キロの粘土を20分ぐらいで混ぜ合わせることができます。まずは1回混ぜ合わせます。全部混ぜ合わせた後にもう一度仕上げに混ぜ合わせていきます。7キロごとに切り分けて乾かないようにビニールに包んでいます。次は土練りに入ります。ドレンキでも十分に練れてはいるのですが、私はこれから菊練りという作業に入っていきます。機械から取り出した土やまだスクリューの癖が残っています。癖の感覚としては土の内側が柔らかく外側が硬い感じがします。そのままろくろで使おうとするとうまく操れないので、菊練りをすることで土全体を均一の硬さにします。この菊練りという練り方は練っていくと菊の花のような見た目になるので菊練りと言われております。菊練りのコツは体重を乗せることです。腕の力で練ろうとすると腕の負担がとても大きくて疲れやすいのです。7キロほどの粘土で100回ぐらい練ったら仕上げに入ります。だんだん力を抜いていき、最後にラグビーボールのような形にしていきます。少しずつ力を抜いていかないと土に空気が入ってしまうので注意が必要です。今回はドレンキから菊練りの作業を紹介していきました。これからいろんな仕事を紹介していきたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。